それを、愛するものを失って苦しまなくてはいけないっていうことは、もう必ず人生の中でセットになっている。これは本当に恐ろしいぐらい、一つのことなのだ。Thank you so much for, jumping on board and really appreciate the opportunity to talk with you. My name is Gogo. I'm a producer and I'm part of the BAFTA Newcomers program. Thank you again for having this call with me. Like, do you usually drink tea or do you have tea by your hand? コーヒーですけど、It's coffee. What kind of tea do you usually drink? Green tea. Green tea? Green tea. Just so you know, like I'm drinking the Mota roasted rice tea. It's kind of like tastes like barley. And I have this cup called Always Half Full because, filmmaking is always so positive and cheerful. I'm using this cup to remind myself the spirit of glass half full. So, like, I really loved your film, Drive Your Car, and it's such a beautiful written piece. I'm wondering, like, during the writing of that film and also like all of your other films, have you ever had writer's block? And if you ever had those, how do you, usually deal with it? はい。でも、なんか幸いなことに、そのライターズブロックっていうものには、なんかほとんど合わなかった気がします。驚くほどスムーズに書けたっていうのは、印象です。ただ、その前に本当に何度も原作を読むっていう作業、あとその引用するワーニャおじさんを読むっていう作業をしました。で、読んでいくと、結構その自然に、こういう構造に映画の方はしたらいいのかなということが思い浮かんだし、で、出来上がった脚本は原作の内容とはかなり違ってもいるんですけれど、ただそのライターズブロックに合いそうな時に、読んでおいたその原作の要素っていうのが、なんか助けに来てくれるような、ここはこういうふうに進めればいいとか、こういうふうに描写すればいいっていうことを、原作が教えてくれるような、そういう感覚を持って書いていました。That's amazing. Well, I feel like that's probably one of the best thing about adapting another form of literature. So, like when you're adapting, not writing an original script, what kind of decisions that you're making during the process of writing, like what elements to keep, what to expand, and or not? オリジナルのものを書くときも、アダプテーションのものを書くときも、それがあくまで映画のために書かれるものだということを、忘れないようにはしたいと思います。やっぱりオーディオビジュアルを通して表現されるものだということを、考えなくてはいけない。そういう点で、原作、例えば文章にとらわれすぎてはいけないということをすごく思っています。ただ一方で、やっぱりその原作を使う以上、その原作をリスペクトするということは非常に大事なことで、今回の場合は、その家福と美咲のキャラクターというもの、この2人のキャラクターっていうものを著しく変えない、この2人の性格っていうものを、やっぱり原作が示した通りに保って、一方でその物語自体はその原作が示したよりも先の未来まで示すので、この2人が一体どう発展していくのかということは、あくまで原作のキャラクターをベースに考えるということは、努めました。That's amazing. Wow. It's so informative. Like when you're starting your career or like during your career or even like so accomplished like yourself right now, I'm wondering like what's the best advice that you got during your journey? ベストアドバイス。ベストアドバイスは、たくさんありますが、その師匠が黒沢清さんという監督なんですけれども、そのプロデューサーがもし仮になんかオーダーを言って、これは10年以上前の話、学生時代の話ですけれども、もしプロデューサーが何かオーダーを言ってきて、それをうまく答えられない、自分がうまくそれに適応できないときはどうしたらいいんですかっていうことを聞いたら、いや、それはもうプロデューサーに従うというのはこれ絶対だと。なぜなら、プロデューサーが、お金を出しているわけだしと。ただ、君たちには自由があると。例えば、そのプロデューサーが人間関係を描けと言ったら、自分が解釈する人間関係を描けばいいと。例えば、君にとって人間関係が地獄のようなものであれば、その地獄のような人間関係というものを描けばいいと。ということを、黒沢清さんが言っていて、そのような、なんていうんですかね、適応の仕方、何か人とうまくやっていく方法、
そして一方で自分を必ず守る、自分自身の表現を必ず守るっていう彼のスタンスっていうのは、自分自身はその黒沢さんが描いている、映画とは全く違う映画を撮っているつもりですけれども、でもやっぱりすごく影響を受けていると思います。Then, like, just following up that question, like, how do you work with your producers? Say, you know, like like what you just said, potentially if they bring out an idea and you're not totally agreeing with, and also like what are the common qualities that you think a good producer to have, or like the way that you choose a producer to work with? えっ自分にとって、そのプロデューサー、特にその、なんていうんですかね、その産業の中のプロデューサーと、その仕事をするっていう経験は、実は結構最近のことであって、2018年のそのアザコ 1&2 から始まったことなんですけど、でも逆に言えば、その信頼できるプロデューサーを、見つけるまで、それぐらい自分のキャリアの中でも時間がかかったっていうことだと思うんですけれども、プロデューサーにとって、お互いにとって一番大事なことはやっぱりリスペクトがあるっていうことだと思います。このリスペクトを前提にして、お互いに相手の意見っていうのを聞くことができる。自分はすごく、今回寝ても覚めてもドライブ・マイ・カーも同じプロデューサーのチームなんですけど、とてもラッキーだなと思っているのは、自分は彼らの、なんていうんですかね、映画史に対する知識みたいなものをとても信頼しているし、彼らのジャッジっていうのを信頼している。で、一方で、彼らも同じような信頼を自分に対して持ってくれている。なんかこういう信頼し合えるプロデューサーっていうものを見つけることができれば、お互いを騙し合うような関係ではなくて、お互いの要望を一番いい形で実現するような関係性っていうのが作れるんじゃないかということは思っています。And to, you know, expand that a little bit, say if you were choosing a director of photography to work with or a production designer, what kind of quality that you see in them, and like how do you, what's the process of working with the crew member and also like the cast? はい。そのスタッフに対して求めること、これは実は第一にあるのは、役者の感情を尊重してくれるっていうことです。もちろん、それぞれが、仕事がある。で、それぞれの仕事が、その映画の画面に反映するとても大事な仕事であるっていうのは、もうこれは間違いがないことなんですけれども、ただ、一番その映画撮影の中でリスクを負っている、その精神的なリスクを負っているのは、私はその画面に映る、被写体、役者たちだと思っていて、彼らの感情っていうのは、粗末に扱われたら簡単に壊れてしまう、消えてしまうものだと思っているので、自分たちの仕事を、最大限、その役者の感情を尊重しながら、やってくれる人たちっていうのを、常に求めています。で、それができれば自然と、役者が演じやすい環境を作ろうと思ったら美術っていうものも自然とできてくるし、フレームっていうものも自然にできてくる。役者を中心に考えていくことによって、スタッフの仕事も出来上がってくると思っています。で、このような、信頼関係、リスペクトっていうのは、やっぱり役者同士に対してもあってほしいと思っていることで、だから、一番大事なのは、役者もうこれはスタッフもそうですけれども、人柄がいい人を選ぶということですよ。お互いをリスペクトできるような、で、自然とリスペクトが湧いてくるような人柄が良い人を選ぶっていうのはとても大事なことだと思っています。That's also what I'm trying to do on all of my side and when we're working with the director, and it's really nice thing to be validated by you, like so with Drive My Car, it's such a beautiful work, and there are a lot of themes involved like love, death, remembrance, healing, etc. Like however, like to you, what's your biggest takeaway from your own film? 自分にとって残ったものっていうのは、でも、ようやくこの映画っていうのがどういうものか分かってきているっていうことだと思います。やってる時は自分がどういうことをやっているのか十分に分かっていないっていうのが、すごく正直なところです。で、今言ったように、その生と死であるとか、喪失と、癒しであるとか、なんかそういうテーマを含んでいるものなんだということすら別に考えないというか、ようやくその観客のリアクションを見て、そういう話だったのかということを分かってくるし、で、自分が思ったのは、やっぱこれはとても
普遍的な物語なんだということです。そのいい人生を送るっていうことは、誰かを愛するっていうことと、切り離せないですよね。で、その誰かを愛するっていうことは、それは自分ではないのだから、必ずどこかのタイミングで別れていかなくてはいけなくて、このいい人生を送るっていうことと、それを、愛するものを失って苦しまなくてはいけないっていうことは、もう必ず人生の中でセットになっている。これは本当に恐ろしいぐらい、一つのことなのだっていうことを、理解して、で、自分が描いていたのもそういうことだし、自分がこれから人生の中で、くぐり抜けていかなくてはいけないこともきっとそういうことなんだろうなっていうことを、思ったりしました。Speaking of like the difficult part of your life, I want to ask you the one last question. Mm. Say, what's your advice to yourself? For example, like right now, you have so many amazing films that will be in the history books. But now looking back, what would you say to yourself when you just started? あの、自分はその若い頃から、どうしても嫌だなと思うことをなかなかやれなかった。どうしても、嫌だなと思うことに対して動けなかったですけど、あくまで今考えるのは、でもそれで良かったんじゃないかということです。自分自身に対して正直であること、なんか違和感があることに対して、動かずにいることっていうのは、これはとても大事なことなんじゃないだろうかということを思っていて、これは人から、いろいろなことを言われたりするかもしれないけれども、自分自身が、体が十分に動き出さないような時に無理に動かす必要はない。いつか時間が、確実に自分を動かしてくれる、そういうタイミングが来るものだと思うので、自分自身に対して率直であるということはとても大事なことだと。Great. Well, thank you so much for taking the time to have tea with me and have tea with BAFTA. And really appreciate everything and love your movie. Such a fan and have a good rest of your day. Really appreciate it. Thank you. Yeah, thank you very much. Thank you very much, Gogo.